はい、皆さんこんにちは。ゲーム音楽作曲家、坂井翔吾が語るモーツァルト第6回目です。今回は、日曜日に音源をアップしました。それの曲を、題名を先に申し上げます。ケッヘル304番、バイオリンソナタ、単調 E マイナーの第2楽章です。これは1778年パリで書かれました。モーツァルト22歳。今回日曜日にアップした時に、こっちか。この人を連れて、ちょっと笑ってしまって、喋れなくなってしまったんですけれども、それを、英語にして字幕にしました。そして、そこで、英語の字幕だとまずいということを学習しました、私は。そして、今日のはきちんと、日本語を直して日本語の字幕で流して、それを、海外の方にお手伝いいただきながら正しく、翻訳していただければなと、望んでおります。はい。ではまず最初に、譜面と一緒に、音をもう一回聞いてみましょう。どうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。この曲を僕が初めて聴いたとき、すごく現代的な匂いを感じて、これが1778年、18世紀後半、江戸時代かな、日本でいうと。まだ武士が刀をつけていて、そして、ちょんまげを言っていた時代にできたものとは、とても思えない僕には。そして自分がもしかしたら書いたかもしれないだぞというおこがましいかもしれませんけれども、何か自分と近いテイストを感じたんですね。それをちょっと説明していきましょう。まずメロディーです。メロディーだけを、左手をコードだけで書くとこういう形になります。コードだけでを弾いてメロディーを書くとこうなります。で、これをもう一回、ゆっくり説明しながらいきますね。これがハーフタクト。最初の音。これですけども、ラの音。これは E マイナーに対して11度の音なんですね。どういうことかというと、これが3和音。セブンス、ナインス、11。つまり、っていう最初の音が11の音から通ってるんですね。で次。これも、C のシャープ11です。どういうことかというと、ド、ミ、ソ、セブンス、ナインス、シャープ11。こういう音ですね。で、その後、ちょっともう一回最初から弾こう。これですね、最初の。これも A マイナーの11です。セブンス、ナインス、11。で、今3回、1小節おきに11が出てきました。最初のラ。ここでシャープ11。C に対しての11。A マイナーに対しての11。このように11、11、11と、3度も続けて11が出るんですね。前回にもそのモーツァルトの作曲は集中度が高いということを言いましたけども、
1小節おきに11を出していくっていうのは結構異常なことで、ジャズが流行った後だったら、こういうこともあってもいいと思うんですけれども、非常にちょっと、なんでしょう。かなり意識的に11を入れてきた音楽なんですね。で、この曲、パリで書かれてるんですけども、実を言うとモーツァルト、親父さんがザルツブルクを離れられなくて、母親がついてってパリに一緒に、就職活動に行ってるんですね、モーツァルトは。ですがそこでおふくろさんが死んでしまうんです。これ非常にちょっと悲しい感じの曲ですけども、モーツァルトのその母親の死と関係してるんじゃないかなと思いまして、ちょっとこの前後にはケッヘル310番みたいな曲もあって、結構単調な曲が多いんですね。で、母親の死っていうことで、僕は実を言うとマザー3でひなわという、お母さんが死んでしまうところのシーンにこのテイストをいただきました。どういうことかと言いますと、これのね、F に対してファラドミセブンスシャープ11、要はこの11の音を取らせていただいたモーツァルトのその11をこう母親の死の時にこう入れてきた、そのアイデアをいただきまして、ひなわの死というところで僕は、この11の音を取ってみようと思いました。間違えた。ただここ今ナイスなんですね。で次11、つまり僕は最初に11を使いました。しかしその後がナインスなんですね。ここがナインスなんです。それが惜しいところ。11ナインスで次11使います。で次また11ですね。はい、ということで、僕のこの曲はなんだっけな、なんていう曲かな、コンフュージョンっていう、ひなわの死の瞬間に、フリントが狂乱してしまうところの、曲なんですけれども、ということで11、テンションノートの11を入れ込むということでちょっとトライしてみました。僕の方は11.9というふうになんでしょう、揺れ動いたりしてるんですけど、モーツァルトはもう11がこう一小節おきに出てくるという、そういう集中度の高さがありますね。この間も言いましたけども、モーツァルトの方が作曲という意味での集中、そして同じ、手法、をこうギュッと詰め込んでくるところがやっぱりモーツァルトのすごいところだなと思ってます。その同じところを詰め込んでくるってところで E マイナーつながりで言いますと、ちょっと違う人の曲ですけども、ブラームスの、やっぱり、交響曲第4番っていう曲がありますね。これのメロディーを、どういうことかというと、3度下がります。3度下がりました。これオクターブなんですけども、3度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 っていうふうにどんどん3度に下がっていくんですね。
3度に下がっていくところ途中1回オクターブに上がったりしてますけども、3度という集中度においてはこのブラームスも非常に一級品の、メロディーですね。何でしょう、あるこの枠をはめて、その枠の中で不自由なはずなんですけども、さも自由に違和感なくメロディーを作る才能っていうのがこのブラームスとかモーツァルトとか、その辺がすごいところだなと思いました。はい、実は何の本で読んだかはちょっと忘れたんですけども、三好明さんっていう作曲家が、モーツァルトの中で1曲だけ選ぶとしたら何を選びますかっていう質問に対して、この、バイオリンソナタ「ホ短調」、この曲ですね、この曲を選んでました。三好明さんももう、亡くなってしまいましたので、この「ホ短調」の曲のどこがいいと思いますっていう話をしたかったなと思うんですけども、彼はその途中 E のところになったところっていうところの、そのゲーペイというのは、ゲネラルパーゼ、全休止、そこのところがまるで天国に行ったかのような、そういう、気持ちを呼び起こすみたいなことを書いてあったような気がします。ちょっとその本が手元に今見当たらないので、わかんないんですが、それとあとこの曲は僕は杉山浩一さんのお宅に一度だけ遊びに行ったことがありまして、その時に、なんでこの話題になったのかわかんないんですけども、僕はたまたまその時、このバイオリンソナタの、楽譜、を持ってたんですね、これを。で、その時一緒にいた田和田さんという方がピアノで初見でピアノの部分を弾いて、で僕と杉山浩一さんで、こっちの、バイオリン側のパート部ですね、これを持ちながら一緒になってラーララ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 って歌った覚えがあります。あのところでスマホなどがない時代でしたので、当然録画も残ってないですけども、貴重な一シーンだったな、僕は撮ってきたかったなと思うんですけども、杉山先生がラーラと歌ってましたから、はい、なんか思い出しました、そんなこと。はい、であとこの後、岩崎、由美子さんという方が、前回の曲名を当てたので、それの商品としてのサウンドジングルを、ロゴジングルを作りました。その制作過程も含めて、今日は公開しようと思ってます。本当は、この何人も演奏してるのを一つの枠の中でやるような編集方法がいつもかっこいいなと思いながら見てるんですけども、僕はそれがやり方が分かりません。もう一つ一つピラミッドを作るように積み重ねて時系列で公開していきますので、ご覧になってみてください。僕の手の内を明かしております。はい。ありがとうございました。失礼します。